トヨタイムズ放送部をご覧の皆さん、こんにちは。お昼時に失礼します。メインキャスターの森田京之介です。さあ、北京2022冬季オリンピックは8日目、そして放送部はオリンピック編4回目の放送となります。さあ、今日はトヨタの冬のオリンピックといえばこの方、トヨタ自動車スケート部の寺尾悟監督にお越しいただきました。1週間ぶりのご登場、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回はですね、まずは我々がかなり大特集してお届けしましたフィギュアスケートの話題からいきましょう。こちらです。フィギュアスケート男子、アメリカのネイサン・チェン選手、金メダル獲得おめでとうございます。いやー、皆さんもねご覧になったかと思いますけれども、もうピョンチャンの悔しさを晴らすほぼ完璧な演技でした。そして日本の宇野昌磨選手、2大会連続のメダルですね、銅メダル獲得、こちらもおめでとうございます。いや、2人とも団体に続いて今大会2つ目のメダルということで本当に大活躍なんですけれども、ネイサン・チェン選手ですね、インタビューの中で子供の頃から練習に送り迎えをしてくれていたお母さんに感謝という言葉、感謝の言葉を伝えていたんですけれども、その送迎の車というのがですね、はい、トヨタのプリウスということで、なるほど、そのプリウスの走行距離がなんと60万キロ。60万キロ、どうやって走ったらそこまで行くんですかね。いや、そうですよ、それだけ送り迎えお母さんが頑張っての今回の金メダル、本当に嬉しそうな表情も印象的でした。さあ、寺尾さんは1週間前にご出演されて、その後こうやってオリンピックが始まりました。どうですか、ここまでオリンピックご覧になっていて。実際やっぱ始まると、もうやっぱり当然ですけど始まったなってこう熱い思いになるんですけども、でも始まる前までなんかですね、こう違和感というか、なんかちょっと不思議な感じがして、これなんだろうこれはっていうふうにちょっと思ったらですね、実はですね、日本で冬季のオリンピックをテレビで見るのが30年ぶりということで。30年ぶり。30年ぶりです。これまた日本でそんなこと言うのは寺尾さんぐらいなんじゃないですかっていうことで、今回ちょっとその状況を整理してみました。これ見ると、92年のアルベールビル大会を寺尾さんはテレビで観戦していた、そして、その後出場したり、ISU スケート連盟の委員として現場に行かれたりして、今回30年後の北京でようやくテレビ観戦。92年のアルベールビルっていうのはショートトラックが正式種目になった最初のオリンピックになりまして、でそれをテレビで見てオリンピックに出たいと。でちょうど同じ時期に6年後に地元日本で長野オリンピックが開催されると決まったので、6年後を目指して頑張るぞと思ったのがこの92年でした。でここちょっと見ていただくと分かるんですけど、92年と94年っていうのはこれ2年しかないんですよね。これ藤田さん何か分かりますか？だからこのタイミングで、夏冬の開催が分かれたってことですね。そうなんですよね。92年まで、冬最初にやりまして、夏季オリンピック、ちょうどバルセロナオリンピックが夏に行われたんですけども、それ以降夏と冬の開催時期が2年ごとにずれたので、ちょうどこういうふうにここだけ2年で冬のオリンピックが来たものですから、6年後の長野を目指した僕はたまたま、練習頑張った成果もありまして、2年後のリレーハンベルトいきなり出られたわけです。そうです、高校3年生から出れまして、そこから4回出ることができたんですけど、もしかしたらそのタイミングが今までより4年だったら出場できてたのかできてなかったのか、それともメダルたくさん取れてたのかそうでもなかったのかっていうのは、本当に当然出場の年齢制限もありますし、この何歳の時にオリンピックを迎えるこの4年に1回がどのサイクルで来るっていうのは選手にとって非常に大きいというところですので、本当にこの4年に1回のチャンスをですね、この出場した選手っていうのはもうぜひ堪能して現場で味わっていただきたい、そういうふうに思ってます。そうですね、やっぱりどこで選手のピークが来るかっていうのは本当選手によって違うわけで、でも今回ね、この舞台にせっかくたどり着いたんで、もうそこは存分に味わってほしいなというところですね。その皆さんを我々も全力で応援してまいります。トヨタイムズ放送部はですね、毎週月水金の週3回ですね、昼の12時から放送していきます。生放送終了後 YouTube でアーカイブされまして、英語字幕を入れた英語版翌日日本時間午後4時にトヨタタイムズグローバルの英語チャンネルにアップされます。今までの放送と合わせてぜひチェックしてみてください。そして YouTube へのチャット欄、最近盛り上がりを見せてくださっています。今日もたくさんお待ちしております。最後に紹介させていただきます。ということで、まずはですね、ここまで行われた競技の中からトヨタアスリートの活躍からお伝えしてまいります。まずはこちらですね、スノーボード女子ハーフパイプクロエ・キム選手、
2大会連続の金メダルおめでとうございます。これ連覇というのは女子ハーフパイプ初の快挙ということでした。さあそして女子スノーボードクロスに行きましょう。こちらフランスのトレスプス選手が銀メダル獲得おめでとうございます。これはソチの銅から2大会ぶりのメダルということになりました。そしてオーストラリアのブロッコフ選手は4位、これに対して本当に悔しいというコメントだったんですが、この2人混合団体にも出ます。ちなみにオーストラリアは世界選手権金メダルを取った種目ですから、ぜひともブロッコフ選手この悔しさをここで晴らしてほしいところです。続いてノルディック複合に行きましょう。長野日野自動車所属の山本選手14位という結果だったんですが、クロスカントリー苦しかったんですけれども、その前のジャンプ1位と見せ場十分でした。インスタを見ますとですね、ジャンプの部分を鳥の絵文字で表現されていて、その後のクロスカントリーの部分をカタツムリで表現されてましたはい、非常に面白いところだったんですけど、山本選手まだ、ラージヒル、それから団体もありますから、まだまだ応援よろしくお願いします。続いてショートトラックなんですが、男子 1500m、日本の吉永選手、決勝に進めず16位という結果でした。ただ本命の男子 5000m リレー残ってます。今日この後特集します。それからショートトラックはまだいます。イタリアのアリアナ・フォンタナ選手、女子 1000m 組の1位で予選を通過していまして、女子 3000m リレーの方は準決勝の1組目の中で4位ということで順位決定戦の方に回っています。そして始まりましたカーリング女子ですね。吉田選手のいる日本、初戦はピョンチャン金メダルのスウェーデン相手に敗れはしたんですけれども、すごく惜しい場面もありました。やっぱり戦っている中で吉田選手の笑顔というのはやはり目立ちますね。我々も勇気づけられるところあります。ぜひとも応援してください。続いてクロスカントリースキーですね。女子10キロクラシカル、アメリカのディギンズ選手が8位、日本の小林選手が54位ということでしたが、オリンピック終盤までこのクロスカントリースキーいろんな種目ありますから、最後まで応援続けましょう。さらに男子のアイスホッケーですね。ミューラー選手のいるドイツ、初戦カナダ相手に敗れました。強豪相手だったのでちょっと悔しいスタートになりましたが、まだまだここが出発点です。ここから頑張ってください。おしまいにリュージュいきましょう。足から滑リュージュ、写真を見て思い出してくださいね。チームリレー、アメリカのクリス・マズジャー選手7位入賞ということでオリンピックを終えました。お疲れ様でした。以上、ここまでトヨタアスリートの活躍お伝えしました。それでは今日の特集に参りましょう。寺尾さんがいらしたということはこちらです。皆がねだる悲願のメダル、目指すぞ勝利スケート競技。なんかこのタイトルはいわゆる何ですか、韻を踏むっていうんですかね。韻を踏むっていうなんかそんな感じなんですかね。気になりますか。気になる。なんかすごく違和感ありますね。そう、前回の放送の最後で小塚さんが気づかなかったのはそこです。気づけず終わってるんですかね。皆がねだる悲願のメダル、目指すぞ勝利スケート競技、こんな感じですね。すごくいいリズムですね。なんか、はい、なんでこうなってるかは、今日の特集を最後までご覧いただければ分かりますということで、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。で、今日はスピードスケート全体の特集なんですけれども、スピードスケートとショートトラックでは結構な違いがあるということで、寺尾さんちょっとまずそこから教えていただけますか。はい、じゃあですね、まず絵をちょっと見ていただきたいと思うんですけども、スピードスケート、1周400メートルがありまして、ホームストレートとバックストレートがあります。で、バックストレートで選手が交互に入れ替わるということで、一番大きなところはタイムを争いますので、2人で滑ってゴールしてもですね、最後の組が終わるまで、勝つかどうかって分かんないということで喜べないわけですね。そうです。で、ちょっと靴も違うんですけども、靴は後でですね、ショートトラックじゃいきますね。はい、ショートトラックのフリップを出していただいてもですが、これ111.12 メートルということで、4人から7人が同時に滑るということで、先ほどのスピードスケートがタイムを競うことに対してショートトラックは順位を競いますので、ゴールした瞬間、次の通過者が決まるということで、この111メートルでもコース、これ半径8メートルしかなくてですね、非常に
急なコーナーになるんですけども、ショートトラックからスピードスケートに転向する選手というのは時々いるんですけども、この大きなスピードスケートのリンクからショートに行くってなかなかコーナーの技術が難しいので非常に稀ですと。やっぱりこれね、大きさが正直今見てこんなに違うんだってちょっと驚きましたけど、その分コーナーが急なわけですね。でこの絵だけですといわゆるショートトラックのスピードスケートのこの大きさの違いってなかなか分かりづらいと思うので、僕はちょっと今日はトヨタ社員らしく数値化ちょっとしてきまして、264と938というぐらいの違いがあるんですけども、ちょっと待って、264と938ですね。だいたいなんだこれ、だいたい分かると思うんですけど、森田さん分かりましたかね。ごめんなさい、なんか踏んでますかねこれ。なんか寺尾さん、新幹線の中で考えてきたんですか、これ何ですかこれ。ちょっとじゃあ分からないということで、答えをちょっと持ってきたんですけど、ちょっと待って、ヤリスをですね何台駐車できるかということで、先日あれですよね、森田さんハーフパイプで体積よく見てますね。体積出してましたので、今日じゃあ面積でいこうと思いまして、ちょっと計算してみたら、これヤリス結構264台ショートのリンクで、スピードスケートリンクで938台も止めれるということで、これ違いの大きさよくこれ分かりましたか。これ手作り感すごくよく分かりました。よく分かりましたか。寺尾さん、本当にお疲れ様です。すごくやりきった感じますけど、大丈夫ですかね。小塚さん見習ってくださいね。家でこれ印刷してる寺尾さん思い浮かべてくださいね。はい、ありがとうございます。で、ちょっと靴の使いだけ少し、お話しさせていただきますと、スピードスケートの靴、これスラップスケートと言われる。なるほど。離れてます。なんかそんなイメージありますわ。で、スケート靴蹴った後もですね、氷にブレードがしっかりくっついているので、非常にスピードが出やすいと。で、ショートトラックですね。同じように同じように見えますけど、そこが違うのか。で、かかとがですね、ショートトラックは固定されてますので、このスラップスケートのようにスピードは出ないですけども、コーナーに特化したというところで、少し分かりづらいですけど、靴のですね高さも少し違いまして、ちょっと分かるかな、スピードスケートの方が少し靴が低い。かかとの部分が低くて、今手前にある方がスピードスケートですけど、くるぶしが隠れてるか隠れてないか、それぐらいです。で、ショートトラックはもうくるぶしまでしっかり隠れてですね、コーナー倒れた際に安定さをこちらの方が増すということで、それぞれのですね特徴が靴にも出てると。なるほど。だからフィールド、靴、ちょっと似てるようで結構違うってことですね。そうなんですよね。ですので僕らもこのスピードスケートの靴履くと意外とすぐには滑れないんですよね。やっぱり時間がいりますね。938と264、そうですね。結構違う。結構違いますね。なるほど。ではですね、938のスピードスケートからいきましょう。どんな選手が出場するのか見ていきましょうか。こちらです。まずはアメリカのエリック・ジャクソン選手ですけれども、もともと氷ではなくてインラインスケートの選手として世界レベルで活躍していたんですが、2017年に氷の上に舞台を移して本格的にトレーニングを始めてわずか4ヶ月でピョンチャンに出ました。で、今回が2度目のオリンピックで女子の 500m に出場することになっています。寺尾さん、500m って簡単に言われても、スケートにおける 500m って長いのか短いのか、ちょっと私にはよく分かんないんですけど、まず最初の 100m でしっかりこの加速力とその直線で加速したスピードコーナーで、減速せずに回っていくスケーティング技術が、一番必要なんですけども、これ世界記録、男子の世界記録で33秒6ぐらい33秒台で 500m で走るんですけど、早いじゃんって、すぐ終わっちゃうねってイメージ、一瞬で終わる感じがします。実際滑るともう 100m 終わったぐらいにはもう全力で疾走してきますので、結構足がもうですねパンパンになってきますので、最後残り 500m の 100m の直線っていうのがもう本当に転びそうなぐらい足に負担がかかるということで、もう最初から全力でいくという競技になるんです。500m なんで、ほぼ一周するわけですね。そうですね。一周、本当に一周ちょっとでということですね。女子 500m、あさって13日金曜日にあります。さあ、そしてもう一人はこちらスウェーデンのニルス・ファンデルプール選手なんですが、種目が男子 5000m と 10000m、いずれも世界記録を持っている選手です。で、6日に出場した 5000m では GTTA 勢最初の金メダルということで我々も紹介しました。で、10000m は今日午後5時からこの後日本時間行われます。で、ファンデルプール選手曰くですね、10000m の見どころは、最初の20周のラップタイムをいかに均等に賢く走れるかというコメントだったんですけど、どういうことですか？僕はスピードスケートに関してはそんなに詳しくはないんですけども、これ
直線がスピードスケートはスピード加速して非常に長いですので、直線の技術とか非常に大事なんですけども、一般的に滑ってる皆さんイメージっていうのはこの内側に傾けてもうこうちょこちょこ走るような、そうですね、カカカカカってイメージだと思うんですけど、実際ですね僕らは滑ってるっていうのは、アウトエッジから乗るんですよね、直線で。アウトエッジって外側ですね、外側のブレードに最初着氷するんですよね。でここからですね倒しながら内側に倒しながら最後押すっていう動作があるんですけども、ここの返しの部分っていうのが一番初動で力を発揮する美味しいポイントになりますので、いかにここをですねうまく重心移動して押すかで、さらにですねこれずっと蹴ってると足に負担がかかってしまうので、倒しながら内側に重心移動させることで、押す力を最小限にして重心移動だけでこう滑っていくようなイメージをすることにより体力を温存しながらいくと。で、おそらく最後の5周ですね、1万メートル5周ですとそこで力を実際に入れて最後のラストスパートする、そんなイメージになってくるかと思います。そうか、だからそういう意味でファンデルプール選手は最初の20周いかに賢くっていうのは、体力を使わないように重心移動だけでうまく乗り切って、っていう、滑り方を多分おそらくしてるんじゃないかなと思いますので、よくわかりました。寺尾さんはでもあれですね、スピードスケートの話もできるんですね。実はですね、学生時代、20歳ぐらいまでは1月ぐらい、冬の1月はスピードスケートの練習もしてまして、国民体育大会みたいなの出させていただいてですね、国体いわゆる国体出てですね、これ、こんな体しますけど1万メートル滑って高校2年生の時に2位に入ったと。さすがです。なのでおそらくこの理論はそれなりには合ってるんじゃないかなというふうに思ってますので。なるほど、ショートトラックもスピードスケートも両方いけるということで、ではスピードスケートの競技スケジュールも見ておきましょうか。ジャクソン選手の、女子 500m が、13日日曜日、そしてファンデルプール選手の男子 10000m は今夜ということですからご注目ください。さあ続いては寺尾さんのここが本命ですね、ショートトラックに行きましょうか。で一昨日フィギュアスケートの小塚さん、なんかコメント出遅れたのかな、これから指しますっていう宣言が入ってますけれども、フィギュアスケートの時はもう小塚さんが熱を持って、熱く勝手に解説コーナーまで作ってご覧になってました？見てましたよ。小塚さん出演回数多いじゃないですか。で何回か出てるうちになんとなく自分のペースに持っていこうっていうなんか雰囲気が見えまして狙って滑ってるんじゃなくて本当に滑っちゃってるんで、そこを僕はですね熱くいくんですけど冷静に今日は行きたいと思います。しっかりショートトラックの説明をしていきたい。わかりました。小塚さんで最後は開き直って冬は滑ってなんぼだと言ってました。狙って滑っていきたいと思います。狙って滑りたいです。違いを出してくるということで、小塚さんどんなコメント入れてくるか、注目ですけれども、ではですね3人いる GTTA まず順番に見ていきましょうか。まずはこの選手、イタリアのアリアナ・フォンタナ選手です。もはやショートトラック界のレジェンドということで、ピョンチャン、500m の金メダリストで、トリノから5大会連続のオリンピック出場ということですが、寺尾さんこれ5回出るってどうですか？僕2010年にですね、バンクーバーオリンピックというのが行われてですね、僕もそこ5回目目指して、2009年前シーズンですね、全日本チャンピオンも取りましたので当然狙いたいと思ってたんですけど、1年前に、大きな怪我をしてしまいまして、オリンピックシーズンの選考会で勝ち残れず、5回目はかなわなかったんですけども、そういうことを考えるとやっぱり5回目いける、しかもですよ5回目で金メダルを取ってるっていうのが本当にすごいなと思いますし、アリアナ選手も特にスタートから加速する力が非常に多いです、上手ですので、コーナーのテクニックと合わせていまだに世界で戦えるって本当にすごいことだと思います。さあそのアリアナ選手がですねショートトラックの見どころ、そして北京オリンピックの意気込みというのを語ってくれてますので、こちらご覧ください。Anything really can happen in short track speed skating. There's always someone passing, always someone falling, contact, speed, adrenaline, everything you can think about it, it's in short track. My athletic superpower is my mind. I'll do anything and everything I can and that it's in my power to reach that goal. So my impossible is to get to the next Olympic in Beijing 2022 and win another medal. So I will be the most decorated athlete in short track history.
I would really love to hear everyone yell, Queen of the North! クイーン・オブ・ザ・ノースということで、今これは当然オリンピック前に取ったインタビューなんですけど、すでにその目標は叶えられています。これまでの4大会で8個のメダルを獲得していました。そして今回の北京ですでに2つのメダルを獲得してますので、ショートトラックの選手で史上最多ということになりました。で、アリアナ選手のレースを見ていて、ちょっと私一つ気になったんですけど、アリアナ選手だけスタートの時の構えが他の選手と明らかに違うんですよ。気づきましたか？気づきました。やっぱり誰が見てもそうですよね。はい、どうでしょう、皆さんもアリアナ選手ご覧になって気づいた方もいるかもしれません。ちょっとこれ見ていただけますか。さあ、どれがアリアナ・フォンタナ選手でしょうかっていうことなんですけど、皆さんわかるかな、どうでしょうか。なんかちょっと一人そうです、独特な方がいらっしゃるような、一人黒いブレードを履いている右から2番目の方が、アリアナ選手ということなんですが、明らかに他の選手と構えが違います。じゃあ実際どうやってるのかっていうのをちょっと映像もありますんで、それを見てみましょうか。さあ、これが今映像分かりましたか。ちょっとスローでも見てみましょうか。はい、足の運びちょっと見ていただきたいですね。独特であることは分かりましたが、ちょっと、何がどうなっているのかは私には分かりませんでした。寺尾さん、解説お願いします。はい、今森田さん、はい、明らかな違い、あれ気づかなかったですか？待ってください、はい、立ってらっしゃる準備万端。今一回映像見たら大体お分かりになったので説明不要かなと思ったんですけど、一応ご説明した方がいいですか？すみません、全然分からない。全然分からなかったですか？じゃあですね、はい、ちょっとスタートについて普段お話しすることがあって説明させていただきます。ショートトラックのスタート、はい、お願いします。これなぜかですね、スタートラインがちょうど白いラインがあるので、あれ、それも寺尾さんが準備したんじゃないですか、勝手に。これをちょっと活用させていただきたい。はい、僕のスタートですね、これ一般的なスタートなんですけども、左足当然このスタートラインギリギリまで持ってきまして、はい、この右足ですね、右足に関しては押しやすいようにちょっと後ろに下げますと。はい、でそこで倒してここから左足を開きながら前に出てきます。いいですか？今のは一般的なこういうスタートですね。はいはい。でアリアナ選手はスタートから今ちょっと利き足が逆になってしまうんですけども、このようにほぼ水平にして立ってたと思います。ちょっとそんな体勢でしたね、確かに。そうですね。はい、で左足は同じようにラインをギリギリまでいきますよね。はい、これで右足、この右足が先ほどの僕の構えと比べてよりスタートライン近く来てます。確かに。そうですね。でこの構えから行くんですけども、まず最初このスタートから行くとこの一歩目、わかりますか？この一歩目が先ほどのこの位置よりも前にありますので、当然最初一歩出やすくなります。そっか、はい、一般のスタートの人はどうしたって後ろにある左足の位置からの一歩になるの。基本的にはそこからになりますので、その距離が単純にこれで一つ稼げると。で特に500メートルはですね、スタートからそのコーナーの入り口までが14メートルちょっとしかありませんので、はい、そこまでに自分のポジションを、しっかり構えなきゃいけないですから、はい、そこに、一歩目先に出るということは選手の心理的には先に行かれたって一瞬思っちゃうんですよ、スタートの時。そうすると、頑張って入り口まで勝負することもできるんですけども、リスクが高いので、その選手の後ろに入ろうというふうに思う心理がやっぱり働くので、一歩目で結構勝負としては決まるということと、あとさらにですよ、まだある。さらにですよ、この左足です。はい、で先ほどこう構えた時はこの左足を開いて前に開くという作業が動作が出てくるんです。それは通常ですね。通常です。はい、でこの場合はここからこの左足を前に出して置きますよね。そしたらこのまま前に3本目いけるということで、この返しの工程を1個削減できてると。工程を1個減らした。1個減らしたと。ここ大きいと思うんですよ。 TPS のようにまさにそのようにここでこの最初の1歩目とこの開くところ、この工程をしっかりと削る、改善することでトップ選手に行くともうやっぱり差ってどんどんなくなっていくんですよね。はい、ですけどいかにあと少し相手より早く出るかっていうことを考えるには、こういったことをやるとすごく
もう本当に最後の最後何をしたらいいんだって、トレーニング以外に何かできるんだってこと新しいことですね。そっか、だから独特の構え見て、はい、やっぱりあそこに強さの秘密は隠れているわけですね。あるんですよね。でちょっと今ちょっと気になったんですけど、先ほどの映像もう一回出せますかね。何ですか？もう一回ちょっともう一個気づいちゃったんですけど、いいですか？このちょっと左足、今度左足に注目していただいて、左足、はい、いいですか？この左足の動きですね。奥の足、はい、もうすぐ分かっちゃいましたね、今。もう気づいて。ごめんなさい、全然分からない。全然分からないですか？よろしいですか？待って、寺尾さん、今気づいたんですか？今ちょっとですね、これ左ばっかりすみません、頭がいってたんで、さっき映像見たときに、なんかちょっと、左もなんかあったぞとみたいな、ちょっと気になりました。じゃあ、すいません、ついでにそれも教えてください。もう一個だけいいですか？なんですか？はい。さっきのこの開きとこの一歩目に加えて、最初これ右足押し出しますよね。はい。押し出すときにこのブレードですね。刃というのはどうかな？はい。こうスタートラインこう立ってますよね。はい。から倒してから押し出すんですよね。倒さないと氷をうまく押せない。押せないので、倒してから押すっていうこういう動作があるんですけども、先ほどのアイナ選手も最初からですね、右足がこう倒れた状態で押すので、この工程がなくなります。1個。これ2つの工程を減らしてた。もう中で減らすと。なのでどちらかだけ、例えば後ろ構えてもこっちだけ倒すとか、こっちだけ開くって、それはできると思うんですけど、両方1回でやるので、本当にこう1000分の1ミリを改善していくという姿が今なんか気づきましたね。アリアナ選手が工程を減らしてたし、それにまた気づく改善マンもいて、ここまでやっぱりスタートを何度も見たことがないですので、細かいところももしかしたら考えて。でもさっきおっしゃったように、スタートを早くするってことは、スタートが早いっていうイメージが他の選手についちゃえば、相手は諦めたりとかするわけです。これ先ほどお話したとおり、1歩目でいくとこうって引くっていう心理が働くんですけども、それは選手目線ではそうなんです。これを何回も繰り返していると、あの選手はスタートが早い、あの選手の後ろにつこうっていう発想になっていくんですね、どんどん。ですので、競るよりもあの選手の後ろに行って一緒についていった方が最終的に勝つ確率が高くなるっていうことをやっぱ選手が考え出しますので、スタートする前からある程度優位にショットラックが進めることも、そこから勝負は決まってるような、なんかこれは 500m に限らずですね。もう寺尾さんは熱すぎてずっと立ちっぱなしでの解説になってしまいましたが、このまま言ってもいいんですけど、もうちょっと小塚さんの熱を超えつつありますが、座っていただいて、ちょっと座らせていただきます。すいません。いやー、そっか、アリアナ選手そんなことやったら、ぜひともですね、まだまだアリアナ選手の競技ありますから、スタート時に注目して、そこに2つの工程削減が含まれているということで、皆さんご覧になってください。さあ、そしてですね、そのアリアナ選手、実は日本のトヨタチームと合同で練習したこともあるということで、こんな写真があります。はい、これは2019年の8月なんですけど、我々チームとしてオランダに行きまして、長期の合宿を行いました。で、合宿を行っている時に、アリアナ選手側からですね、一緒に練習してもいいというオファーをいただきまして、それで一緒に練習をしまして、後ろにいる右側にいるのがコーチのアンソニーさん、でアンソニーさんは僕と、年代が近くてですね、もう2000年代は何回も一緒にレースを戦ったライバル中ですし、そういったライバルの選手がですね、今当時はラブ4を乗ってですね、チームトヨタってステッカーを貼った車を乗ったんですけども、これがなんかグローバル企業のやっぱり強みだなっていうのをすごく現地で感じましたので、これが3年経って2年経って今メダルにつながってるわけですから。そういうことですね。本当に嬉しいですね。国を越えた GTTA 同士のつながりっていうのを感じますよね。さあ、続いて2人目いきましょうか。ドイツのアンナ・サイデル選手ですね。今回が3回目のオリンピックなんですけれども、初めて出場したソチの時が15歳だったので、まだ23歳なんです。で、去年3月トレーニング中に右足を骨折で手術を受けて10月に競技復帰したばかりなんですが、このオリンピックの舞台に間に合わせてきました。アンナ選手はもともと長距離が得意な選手で、今回も 1500m にエントリーしてますので、ぜひ期待して続いてほしいなと思ってます。さあ、そして最後いきましょう。日本の吉永一貴選手です。まさに寺尾さんの教え子ということになると思います。ピョンチャンに続いて2度目のオリンピック。ピョンチャンではアンカーを務めた男子 5000m リレーで7位、個人の 1000m では13位でした。さあ、ここからは吉永選手について深掘りしていきたいんですけれども、寺尾さん、まずは
吉永選手っていうのはどんな方ですか？とにかく、はい、一言で言うと真面目で、はい、練習に対して探求心が強くてですね、もう納得するまでやめようかっていうぐらい言うまでずっと練習を続けるタイプですし、オンとオフはしっかり分かれてるんですけども、そのオフの時もやっぱりスケートのことを考えて、スケートのためにいい食事を取ろうとか、スケートのために温泉入ってリラックスしようとか、はい、そういったことをですね、やっぱり365日考えているような選手かなと。いいですね、はい、先日ですね、出発直前に吉永選手にインタビューをさせていただきまして、前回のピョンチャンから4年間でどんな成長があったのか、このあたり聞いてきました。スピードというのは日本人選手、僕も170センチと他の国の選手と比べると小さいですし、小柄なのでスピードというのはやっぱり課題だったし、ピョンチャンオリンピックでも足りなかった、リレーでも追いつけなかった、足りなかったと感じています。そこから4年間いろいろな国に行ったりとか、陸上競技の動きだったりから考えを得ていろいろなことを実践してきて、今はかなりスピードが出ていて、それが自信となり、今はかなり落ち着いた状態でいられているかなと思います。さあという、吉永選手の自己分析がありましたけれども、寺尾さんから見てていかがですか？昨年9月に、国内選考会となる大会がありまして、この 500m でいきなり日本記録を更新したんですけども、通常やっぱ日本記録っていうのは海外の、いわゆる高速リンクというところ、言われるところで出ることがほとんどなんですけども、それを国内で達成できましたし、特に改善されたのは、スタートもそうですし、あと500m4 周半滑るんですけども、4周半のそのラップのうち、一周のタイムのうちが、以前より減ってきているので、トータル的に 500m してタイムが速くなったといういい傾向が出ています。で、一つ課題としては、吉永選手言われた通り、本当のトップスピード、1周のどれぐらい速く滑れるかっていうスピードがもう少し欲しいという話もありましたので、スピードがないと体力があってもですね、どうしても単調なレースになってしまいますので、もう本当に一瞬の何か自分の強みというものを、本人としてもあと少し改善したいと思っているのかなと思います。まさに今北京の場でもそういうことに取り組んでいるかもしれませんね。さあそして今回の北京オリンピックでは特にリレーでのメダル獲得が悲願だというふうに寺尾さんも以前出演された際にお話しされていましたけれども、そのリレーについても吉永選手に聞きました。体をタッチしてプッシュする瞬間のタイミングであったりとか、意図的に遅らせたり速くしたりすることによって、リレーでいうバトンタッチの瞬間に相手選手を抜くことができてたりという、通常のショートトラックとは違う、陸上の競技とも少し違うような、そこが最大の魅力じゃないかなと思います。まずやはり自分の前の走者、自分にバトンをタッチしてくれる人のことをよく見ながら、この選手がどういう軌道で滑ってくるかを考えたりとか、この人がどういう意図を持ってタッチに臨もうとしているかというところを瞬間的に見極めて自分が出ないといけないので、あうんの呼吸というところになるんじゃないかなと思います。まさに私もすでに行われているリレーをちょっと見ると、こんなにごちゃついてて何が何だか分かんなくなるっていう、外から見ても分からなくなるぐらいに、たくさん選手がいて、この人が次入るのかみたいな感じなんですけど、実際4チーム、レースを行うと16人氷の上に選手がいるわけですから、そこの中でタッチをうまく合わせると。で、抜くっていうことは非常に力を使う、前の選手を抜くって非常に力を使うので、さっき吉永選手言われたようにタッチのところでこれプッシュだけでうまく抜けた方が体力を温存できるということもありますし、実際僕も現役時代もうほぼアンカーというポジションを務めさせていただいたんですけども、アンカーとして何を他の3人の選手に期待するかというと、アンカー残り2周だけ滑らなきゃいけないというルールがあるんですけども、そこまでにできるだけ体力を温存したんですよね。体力を使いたくないので、他の選手にお願いだから抜いてきてくれとかですね、少し後ろとの差を広げてくれほしいっていうことを思いながら滑ってましたし、実際今日行われる競技でも吉永選手のその動きっていうのはちょっと注目になると思うんですけども、逆に抜きに行かなくても、もしかしたらこれは体力をきっと最後まで温存してるんだなっていう見方をすると、少し見方がですね、それぞれの滑走順によって役割があるということが見えてくるかなというふうに思います。だからその吉永選手アンカーだけれども、その前にも当然出番は巡ってきて、その出番の時には頑張りすぎちゃうと最後のところに体力を取っておけないんで、
なんで応援の仕方としては途中で出てきた吉永選手に、が抜かなくてもそこはぐっとこらえて、そうですね、今温存してるんだと。温存してますし、最後までいくと8タッチありますから、もう本当に最後の勝負になると勝つチャンスあると思いますので、そこまでみんな4人でうまく力を分散しながら最後の2周に持って最後の爆発に期待したいですね。さあここまでは、真面目にずっと真面目です、ね、ずっと真面目に、ですね、スケートの話をしてきましたけれども、実は吉永選手ですね、私あるものを発見しまして、こちら、スケート部のサイトに掲載されている、プロフィールなんですけれども、自慢できる趣味はありますかっていうところにですね、さらっとフリースタイルラップって書いてありました。フリースタイルラップって要は韻を踏んで、言葉を重ねていく、ラップです。寺尾さんこれ知ってました？プロフィールってあんまり自分の選手ってここ細かく見ることないんですけど、ラップって言われたラップですよね。いやラップですよね。1周2周のラップじゃなくてヒップホップでもよくラップですね。ラップですね。練習の前後に結構なんか独り言で喋ってることがあるんですよね。ボソボソやっぱりあるんだ。ボソボソあるんですけど、何を喋ってるのかってよく2人で選手なんか喋ってるんですよ。何をやってるんだろうなっていうのはそういえば何回も見たことがありますね。もしかしたらそれかもしれません、ということで、これについても吉永選手ご自身についてぶつけてみました。そしたらまさかの約束までしてくれました。自分が唯一できる特技、スケート以外でって言われるとラップになってくるのかなと。昔練習と練習の合間に5分10分のインターバルとかレストがあった時に韻を考えたりとか、ひどい時は韻を考えたりとか、韻が頭に浮かんできて寝れないっていうこともあったりとかするぐらいラップは好きですね。韻を踏むことのなんか美しさだったりとか、こんなに力説していいのかわかんないんですけど、リズムをどうやって日本語で取るかとか、その中でどうやって綺麗に韻を踏みながらリズムをちゃんとキープしたままできたりとか、相手に響く言葉だったりとか、あと見ている視聴者の人に響く言葉を選択できる人とかがいたり、魅力がたくさんあるかなと思います。メダル取ってぜひその気持ちとか感謝をラップに表現できたら面白いかなと思いますので、ぜひメダルを取ってやらさせていただきたいなと思います。ラップでのメダル獲得報告楽しみにしております。いやーなんかあれですね、ずっと真面目なスケートの話だと、急になんか何の話なんだろうって思うぐらいに、吉永選手の違う一面が見られましたけれども、まさに日本の和樹が北京で勝つ気なわけですよね。今さらっと皆さんさらっと今リズムよく韻を踏んでたかと思うんですけど、ちょっと吉永さんの真似をしてみました今、本当に吉永君からコメントあった通り、それも非常に楽しみにしつつ、まずはレースしっかり、そうですよね、本当に思いっきり悔いなく滑ってほしいなと思いますね。そして皆さんもお気づきですかね、今日の特集タイトルね、皆がねだる悲願のメダル目指すと勝利スケート競技、当然韻を踏んでたわけなんですけれども、それだけでは終わらないのが我々放送部ですよ。Time to do battle, go for that medal, victory awaits, so strap on the skates。 英語でも僕はすみません、そこまでちょっとすみません、フリップに書いてあるのが全然気づかなかった、細かいところ気づかなかったんですけど、 Time to do battle, go for that medal, victory awaits, so strap on the skates。 これでも1個これ気づかなかったんですけど、1個気づいたことがありました。なんか森田さんの英語の発音がめちゃくちゃうまいんですけど、なんか海外赴任とかあったんですか？なんかわかんないですけど、ニューヨークとか行かれたりしてますか？それはないです。ニューヨークに行ってたくせにっていうぐらいだと思います。本当に恐縮でございます。いや素晴らしいです。今日はねこの韻を踏んでところどころに散りばめておいたという構成になっておりました。小塚さん気づきました？さあということで、ショートトラックのスケジュールも押さえておきましょう。たくさんあります。ですね、アリアナ・フォンタナ選手すでに2つのメダルを取ってるんですが、まだこれだけチャンスがあるということで、今夜の女子 1000m、こちら決勝まで行われますし、それから一番下来週の女子 1500m、 ここではですねこの真ん中のドイツのアンナ・サイデル選手と GTTA 対決ということになります。
それから一番下、吉永一貴選手は今夜ですね、男子 5000m リレー準決勝がありまして、ここを突破すれば決勝は来週の2月16日ということになっています。はい、いよいよですね、今日は最重点種目である 5000m リレーありますから、もう楽しみですし、ワクワクですし、やっぱ試合のことがすごい、寺尾さんの立場からするとね、そうですよね。まあ、とにかく頑張ってほしいなと思います。はい、ということで、吉永選手のラップ報告もありますから、皆さん本当に全力で応援しましょう、ね、楽しみにしていてください。はい、さて、ここからは今後の GTTA の競技の出場予定を確認していきましょう。まずは、アイスホッケーからいきましょう。女子藤本選手の日本は明日ですね、決勝トーナメントの初戦、準々決勝があります。フィンランドとの戦いです。それから男子は明日、明後日とミューラー選手のドイツ、中国戦、アメリカ戦と続きます。それからスピードスケートですね、こっちは 400m の方ですよ、400m トラックの方、今夜男子1万 m にスウェーデンのファンデルプール選手5000で金を取ってます。こちらも期待です。それから13日日曜日に女子の 500m アメリカのジャクソン選手、今回が2度目のオリンピックということになります。そして、ショートトラック、先ほどもお伝えしましたように、今夜日本の吉永選手が男子 5000m リレーの準決勝、イタリアのフォンタナ選手は女子 1000m が決勝までありまして、今大会3個目のメダルを目指します。そして13日日曜日 3000m リレーの方はこちら順位決定戦ということになります。カーリングいきましょう。この後15時過ぎから、吉田選手の日本がカナダ戦、それから結構大変なんです。明日はデンマーク戦、それからロシアオリンピック委員会との試合と2試合、さらに月曜日の放送前には中国戦と連日であります。こちらも応援してください。それからボブスレーですね、カナダのアッピア選手、今回から設けられた新種目、1人で乗る女子モノボブ、13日と14日2本ずつ滑ります。それからスケルトン、女子ですね、オーストリアのフロック選手、今1本目と2本目をちょうど滑っているという感じですかね。明日3本目と4本目、頭から滑るトンと覚えてくださいと言いました。そして応援する言葉はアウフゲーツ、応援してあげてください。続いてクロスカントリーです。この後16時から男子15キロクラシカル、ノルウェーのクレボ選手、今大会2個目の金メダルなるかというところですし、日曜日の男子 4×10 キロリレーにも出場する予定になっています。それから右側の2人、明日ですね、女子 4×5 キロリレーに日本の小林選手とアメリカのディギンズ選手が出場する可能性があります。それからおしまいにスノーボードクロスですね。明日の昼前、フランスのトレスプシ選手とオーストラリアのブロッコフ選手、新種目混合団体での GTTA 対決、こちらもご注目ください。結果はトヨタイムズ放送部でお伝えしていきますし、それら以外の出場予定とか結果っていうのは、特設サイトでも確認することができますし、インタビュー動画ですとかアスリートの SNS の情報も載ってますので、そちらもチェックしてみてください。さあ、次回の放送なんですが、来週の月曜日の12時からということになります。さっきからコメントで参加している小塚さんと一緒にですね、こちらアナザーサイドオブ北京、イスラエル唯一の GTTA は日本大好き不可能に挑むアダムのストーリーと、不可能に挑むアダムのストーリー、なんかあれですね、また気になる気になるタイトル、図らずもすごいな、次まで引っ張ってしまいまして、はい、これですね、夏冬合わせてただ一人のイスラエルの GTTA がこのアダム選手なんですね。でしかも日本が大好きということで、これ日本での桜の写真なんですけれども、アダム選手、北京に出場を今回することができませんでした。ただ出場できなくても不可能に挑戦し続ける彼のストーリーというのはぜひとも皆さんに触れてほしいなということで、アダム選手のあふれるジャパン愛とともにみんなで共有したいと思ってますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということで今日もたくさんコメントがずらーっと流れてました。寺尾さん、お願いします。はい、まずつるにゃんさんからリレーについてコメントをいただいております。
相手を見る、相手のことを考えながら待っているのかなと、次の選手がですね、はい、次はそういう理解で見てみますということで、リレーの見方が少しですね変わっていただいたんじゃないかなというふうに思います。それはもう寺尾さんの解説の力でございます。はい、はい、続いてはこれは何ですかね、小塚さんって書いてありますね。読めないですか、大丈夫ですか。どの小塚さんかちょっと分かんないですけど、はい、なんですか。細かい積み重ねが数秒を生むんですね。スタートにそんな戦いがあったんだと。真面目ですね。特に韻も踏んでなくて、厳しい、はい、中京大学の先輩厳しい、真面目にありがとうございます。韻ぐらい踏んでこいと。はい、最後は哲田さんから、マスコットがいっぱいと、なんかちょっと気づいていただきましたね。ありがとうございます。そうなんです。こちら北京2022のマスコット、オリンピックのビンドゥンドゥンとパラリンピックのシェーロンロン、中国トヨタオリパラ部の皆さんが送ってくださいました。ありがとうございます。そうそう、私のつけている今日からこれもですね送ってくださいました。ありがとうございます。ということで、フェイザンガンシェ本店ゾンゴアウエンブーで要所トゥアントゥエシェシェ、ちょっと練習してみました。伝わりましたかね。どうかな、伝わったと思います。はい、はい、ということで、寺尾さん今日もありがとうございました。どうでした、ご自身の種目。今日ですね、こうやって30年ぶりに、日本にいるんですけども、こういうふうにスケートをたくさん知っていただいたので、スピードスケート、ショートトラックともにですね、新たな視点で応援していただけるというふうに思いますので、もう寺尾さんが来ると、こんな深い、ここまで知れるのかってところまでお話ししてくださいますから、今日もスタートの話初めてさせていただきましたので、本当にぜひ見ていただきたい。アリアナ選手のスタートをご注目ください。ということで、皆さん今日も長時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。トヨタイムズ放送部、ここまでのお相手は森田京之介と寺尾悟でした。それではまた月曜日にワントヨタ。悔しくて泣き叫んだ日、誰にも甘えられない日々、孤独にファンを抱いて、幕が上がりさあ始まるこのストーリー、刻みたいなもうヒストリー、狙うのはてっぺんのヒーローヒロイン、 We all teammates, We gonna make it shine,飛び込むんだスポットライト、さあ行こう、さあ行こう、戦いにいざ行くぞって、一人じゃない、一人じゃないから、ハレルヤあっぱれ、言葉はいらない、あとは生き抜け、 Ready go, ready for Tokyo summer. There are some days when I cried and cried all night, there are some days that I couldn't show myself, with loneliness in my heart. We all teammates, we gonna make it shine.